もう8時47分？先週の自分へ自己新記録を更新してしまいました。一歩ずつ積み上げてきたはずの自信。けれど一度途切れたリズムの前で僕はただの意志の弱い男に逆戻りしてしまいました。崩壊したペースを無理に戻すのはやめます。完璧を捨てて 1% だけ今できることをやる29歳のリアルな日常。今週もよろしくお願いします。9時21分、軽く走っていきます。いつもは長く早くが正義だと思っていましたが、今週からは緩く走ったり疲れたら歩いたり、今の自分にちょうどいいペースを探していきたいと思います。正直放っておけば一日中家から出ない石の裏とかによくいる生粋のインドア派の僕にとって、この時間は世界とつながるための大切な儀式だと思っています。目に飛び込んでくる緑の鮮やかさや肌を撫でる太陽の暖かさ、それだけでよどんでいた思考がすっと晴れていくのがわかります。完璧な朝風じゃなくても、この清々しさだけで今日を始める燃料を補給していけたと思います。あんまりお腹減ってないんですけど、お昼ぐらいにご飯を食う予定があるんで、ちょっとこのプロテインとオレンジジュースを飲みたいと思います。このモカ味のプロテインですが、飲んだ当初はあまりの苦さに逃げーと梅干し顔になっていたんですが、なんか最近ハマってきました。これは飲めば飲むほど上手くなるプロテインかもしれません。オレンジジュースを飲みながら動画編集を進めていきます。いつもと変わらぬコツコツ積み上げる作業ですが、正直に言います。動画編集で一番しんどいのはカット割りでもセロップ入れでもありません。今この瞬間、何を話すかを絞り出すこの台本作成です。毎日同じ時間に起き、たまに二度寝して同じように働き、同じような飯を食う。刺激的なイベントなんてそうそう起きません。正直話すことなんてそこをついています。なので視聴者の皆さんへ助けてください。動画で答える質問を募集しています。こんなわしに対して気になることがあれば、何でもコメント欄へビシバシお願いします。ということで本日の動画編集を終えて外出したいと思います。今日は気になるご飯屋さんを訪ねて京都へ向かいました。なんか久しぶりに京都へ来ましたが、未だに京都に来るのはテンションが上がります。どうも、青二歳です。この日の気温は最高 11.5 度。テンション上がって春服を羽織りましたが、寒すぎて震えています。本日はこちら、おうどんはじめ。最初はあれおうどんっていう名前なのか、珍しい名前だなぁと思っていましたが、伸ばし棒は漢字の1でした。日本語って難しいね。食べたのは牛肉のしぐれ煮入りのうどんです。もちもちしていて新食感のとても美味しいうどんでした。天ぷらも合わせて注文しました。特に美味しかったのは鶏天です。みんな絶対食べてくれよな。少し遅めの昼食を終えて向かったのはガシャポンコーナー。おじさんの知らないうちに世の中はガシャポンが流行っているようで、たくさんの人がいました。私はこのモジョジョという何とも言えない可愛い人形のやつを回すことにしました。出たのは欲しかったカラーでした。心の中で小さくガッツポーズ。この小さなワクワク感が味わえるのもガシャポンの醍醐味だなぁと思いました。次に参ったのはめちゃくちゃ並ぶ生ドーナツ専門店です。京都にあるので来ましたが、人気爆発中のようです。ていうかあれ、今日俺食いすぎじゃね？やばくない？やばくなくなくない？と思いながら、こちらの通りどっさりと頼んでしまいました。うまそうなドーナツの大群にわしもこの通りご満悦です。生ドーナツ初めて食べましたが、ふわふわ軽い食感で美味しかったです。次にやってきたのはアポテーケフレグランスの路面店。お香を愛してやまない僕が愛用しているブランドです。建物から漂う圧倒的なおしゃれの気配。店内に一歩足を踏み入れれば、そこにはわびさびを感じる静かなレイアウトが広がっていました。いい香りに包まれながら今日連れて帰る香りを選びたいと思います。結局手に伸びたのは一番お気に入りのフィグ、イチジクの香りでした。フルーティーでどこか懐かしく心地よい。1% のあがきを支えるのはこうした妥協のないお気に入りだと思っています。無事買えてよかったです。今日の夕食はパエリアを食べました。パエリア久しぶりに食べましたが、アサリの旨味がお米全体に行き渡っていて、噛めば噛むほど美味しい。明日からまた頑張れる最高の夕食でした。なんだかんだ久しぶりに充実した休日を過ごせたなぁと思いつつ、今日はもう風呂に入って寝ようと思います。皆さんおやすみなさい。おはようございます。リハビリ2日目です。ここから仕事また頑張っていきます。
身支度を終えたらここからオフィスへ向かいますが、その前に朝の積み上げタイム。出社という大きなタスクがある日こそ 1% の小さなあがきが心の支えになります。完璧な朝活を目指すなら走りに行きますが、無理は体に良くない。今の僕に必要なのは自分を追い込む強さではなく、自分を許して続ける強さです。出勤前のわずかな時間で昨日より一歩前進する。意志が弱いなりに習慣の火を絶やさないように、積み重ねという名の薪を今朝も一つ静かにくべておきました。キリがいいところで切り替えて、今日も社会人として義務を淡々と果たしに行ってきます。ということで今から会社に行って仕事頑張りたいと思います。疲労困憊で帰宅しました。わしです。正直キッチンに立っている自分を褒めてあげたいレベルで疲れていますが、温かい飯を食えれば僕はまだ戦えます。まずはストレスをぶつけるように目にも止まらない速さで野菜たちを粉砕していきます。さてこのラインナップ、私は何を作っているでしょうか。具材を見てなんとなく分かったあなたは探偵に向いています。正解はこちら、そう、豚汁です。完璧な栄養バランスと圧倒的な安心感。疲弊した細胞にこの液体という名の癒しを叩き込みます。ご飯を食べたらまた少しだけ自己研鑽タイム。朝必死に守り抜いた習慣の日。それを絶やさぬ程度に最低限の積み上げをしていきます。正直脳のバッテリーは残り数%。でもだからこそこの少しだけが未来を作ると信じて、意志が弱いなりに火を灯し続けた自分を褒めたたえつつ、明日の自分に最高の状態でバトンを渡すための 1% を積み上げ続けます。しかし無理は体に毒。疲労を見逃さずに撤退することが大事です。見てください。どう見ても限界が来ている顔です。それでは今日はもう撤退しようと思います。いつものナイトルーティーンで体を癒したら、ゆっくりと今日も眠りに落ちたいと思います。皆さん今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。8時44分、眠りに落ちすぎました。おはようございます。完全に最高の睡眠を経て、髪型がなんかホームベースみたいになってますね。あんた一体どんな枕で寝てんのっていう感じですが、ホームベースではないとだけ言っておきます。身支度を済ませて、今週の8時47分からわずか3分。世間から見れば誤差に過ぎませんが、僕にとってはベッドの重力に3分だけ打ち勝った勝利です。勝利を経て男の足取りは軽いです。いつも通りのランニング。でも今日は走りたい気分だったので、なるべく長く行けるところまで行ってみようと思います。走ってる人ならきっと分かってくれるあるあるだと思うんですが、なんか今日足軽いな。どこまでも走れそう。そんな体と心が完璧に噛み合う感覚です。3分早く起きた報酬がこの無敵の感覚だとしたら悪くない投資でした。今日はそんな特別な日、1% あがきが少しだけ大きな歩幅に変わる朝かもしれません。運動後、胃袋が悲鳴を上げるほどの空腹感。これが僕にとっての最高のスパイスです。いつも通りの卵とハムを茹で、メインを作っていきます。レタス、卵、パン、そしてコーヒー。朝食パン派の私にとっては最高の朝食です。ここでちょっとしたミスを思い出しました。昨日のご飯を保温のまま放置。完璧な朝食でご機嫌だった僕は現実に引き戻されました。これね、時々やっちゃうんですよね。すぐさま冷凍小分けして釜を洗います。ここからは自己研鑽タイム。強行インドア派の孤独な戦いが始まります。予定のない休日は自分を磨くための最高の戦場です。最近ずっと考えていることがあるんですが、それは時間が足りないということです。やりたいことは無限にあるのに、時間は残酷なほど有限だということ。正直休むタイミングをなくせば時間は作れます。睡眠を削り、食事を簡略化し、ただひたすらに画面に向かう。かつての僕はそれを努力だと読んでいました。でも高熱になされた日、僕は学びました。壊れた体を治すために費やす時間は何よりも時間の無駄だということを。追い求めている理想は自分を壊してまで手に入れる価値のあるものなのか。その答えを見失わないことが今の僕にとっての真の自己研鑽なのかもしれません。だから僕は最近撤退のルールを設け始めました。例えば同じ編集点で5分以上手が止まったらその日は即終了です。最適な休息はサボりではなく最高のパフォーマンスを出すための投資。今日は自分の限界と対話しながら無理のない範囲で爆心していきたいと思います。100% で燃え尽きるより 1% で一生走り続けるために。ということで今日も 1% のあがきを終えて最近楽しみになっている酒場にやってきました。先日も訪れましたが、ここは僕にとってのオアシスと化しています。
料理は美味しいし、お酒は安い。コスパという言葉では片付けられない圧倒的な充足感がここにはあります。安くてうまい酒を流し込みながら取り留めのない話に花を咲かせる。効率や生産性ばかりを求めていた一日をこの時間が人間らしい一日へと上書きしてくれる気がします。気の合う相手との会話は何よりのリフレッシュです。いい酒といい会話、これが明日への一番の栄養剤だと思っています。ここの絶品の毛沢東手羽先を食べて1杯2杯と酒は進み、気づけば無限大に行ってしまいました。2杯分の値段で3杯飲めるなんて最高。いや、あんだけ食って5000円はやばいっすよ本当に。居酒屋酒場これ絶対行ってください。で、食べた方がいいのは毛沢東チキン、毛沢東手羽先、あれはもう死んでも食ってください絶対に。あれはマジで食わないといけないです。さすがに手羽先の上に残ってるかかってるなんかパウダー、そう赤と黄色のパウダー、あれは全部口に入れてください絶対に。あれが一番うまいんで、あれポッケに入れて持ち帰ってもいいんで、はい、ということで帰ります。今週を振り返ると8時47分起床、リズムは完全に崩壊し、かつての僕なら自分を責め立てていたはずです。でももう無理に戻すのはやめました。完璧を捨てて 1% だけ今できることをやる。それが今の僕にできる最大限の生存戦略だと思っています。29歳の飾らないというより飾る余裕もないリアルな日常。来週もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。